お待たせしました。儲ける気ないんで、楽しいもん働いてる。まあおじさんがいいところですね。今この時代にこの値段でっていうのがすごいなとは思いますよね。大将ごちそうさま。はいどうもありがとうございました。軽トラ修理して、これがドアがちょっとまだ調子悪いけど、自分でもう部品作って、運送の方は私関係ないんで、社長と知り合いでタダで場所使っていいって言うから、それで始めたんですよ。もともとはどういった職種？運転手です。もう50年乗ってました。儲ける気ないんで。あ、そうなんですね。そうでないとこの値段ではできない。世の中は俺ぐらいしかいないんじゃないですか、多分。昔からこういうラーメン屋さんやりたかったんですか？いや、偶然ですね。あ、そうなんですね。みんなに食わしてて、お、うまいじゃないの、店出せばって冗談で言われたら、その気になって店出しちゃいました。生きてるって感じがするじゃないですか。ガン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 動けるだけ動いて、だからうち年中無休でしょ。休みいらねえもん。楽しいもん働いてる。よし、OK。料理運ぶやつも自作なんですか？当然全部手動ですか？皆さんでお客さん、はい、お客さん押してくださいって言うから、あ、そうなんですね。うわ楽しいっつってこうやってこの辺まで止まるとこうやって送ってくれるから、これ3人運べるんで、1人ずつこう持っていくもんで3回運ぶでしょ。これだと1回でいけるんで。メモも実発ええ。あとこれが返し昨日作ったやつ。うちはしいたけと昆布が入ってるんで、基本和風なんですよ。コーンとニラ。前はね
ネギと卵だけだったんですけど、はい。今は卵とコーンとニラですね。特製の塩、秘密の塩、これが普通の塩じゃないんで、昆布だったかな、なんかが練り込んであるやつで、そうなんですか。そんなしょっぱくないですか。しょっぱくない。ああ、なんか旨味が。旨味があるでしょ。うん旨味が入ってるのこれ。へーただの塩じゃない。そうすると味に深みが出るんで、コクが出るんで。すごい。運転手辞めた後、商社の倉庫番やってたんですよ。そこは食の商社だから、箱に穴開いて売り物なんねえとか、そういうの中身は大丈夫なんですけど、そういうのをいつもいただきに行くんですよ。近所の米農家さんとかね、持ってきてくれるし、安くだからできるんで。なるほど。バーンと返してここにこうあれやりたいなと思ってさ、難しいね、やってみると。鍋も重いし。簡単そうにやってんのにさ。前はこれキャンピングカーで作ったんですよ、最初は。ここにトイレつけて、ほんでここにソファーを置いて、こっちにキッチンっていう感じでね。あ、じゃあキャンプも趣味だったんですね。趣味ではないけど、作りたいだけ。ずっと1年ぐらいほっぽっといたんだけど、じゃあキッチンカーにしようかなっつって、ここぶち抜いて窓つけたんですよ。これもじゃあご自身で。そうです。すごいっすね。でそうすれば別に元手はかからないし、そのまま始められるんで、ババッともう始めちゃったの。これだけだと今日は足んねえもんな。まずお茶いきます。はいどうぞ、はいはい、お願いします。
はい、以上です。はい、どうぞ。いただきます。飛ばんように真ん中に。これラーメンとチャーハン。はい、わかりました。一個。はい、わかりました。座ってきゃいいんですか。座ってください。はい初めて来ました。はい、ラーメンとなんか焼き飯。焼き飯で。はい、はい、お願いします。ラーメンとチャーハン。あ、わかりました。はい。うん。
大将ごちそうさま。はい。はい、どうもありがとうございます。お、どうでした味自身はもう昔からの懐かしい中華そばっていう感じではあったね。今この時代にこの値段でっていうのがすごいなとは思いますよね。でまあこうやって自分で仮囲いを作って考えてやってるのもすごいなと。ごちそうさまね。どうでしたいや、美味しかったよ。お得感がすごいあった。ラーメンとチャーハン。はい。はい。こんにちは。混んでますね。またちょっと時間ずらしますよ。はい。すみません、お待たせしました。長らくお待たせしました。どうも。この上に乗っけといてください。はい、どうもどうも。お疲れ様です。はい、どうもありがとうございました。はい、お待たせしました。はい、ごめんなさい。はい、ありがとうございます。はい、どうもありがとうございます。
そんなあっちでパンクしたんですよ、病院であっちの方で。はい。風が出てきたな。ありがとうございます。どのぐらいの頻度で来られるんですか？週に3、4回は来てますね。はい。森田屋さんの魅力って何ですか？まあおじさんがいいとこですね。すいません。はい。はいでもいらっしゃい。ラーメン焼き飯。はい。風出てきたね。こんな感じ？あ、いいっすよ。優しい味ですね。そうなんですよ。でもこれがワンコインって考えると結構いいです。そう。びっくりした。それなりの量ありますね。また昼間に来てくださいねって言われたんですよ。行かずに、なんか、駅弁1万円するんですよ。それを2個も。ネットにはスマホ書いてあるから。
これで4日も働くからいい。大将の湯切りを見たらこれがあるからなんだ、美味しくできるのは。なんであなたここになったの？はい。そうです。じゃあお客さんからお題いただけないよと。お待たせしました。もう証券に来なければ飲めないスープ。僕負けず嫌いなんで自分に負けたくないんですよ。これしか飲めない。ここには徹底的にこだわっていきたいですね。うまいわ。うまし。やっぱ大きいシナチクとチャーシューがかなり美味しいですね。なんか馴染みの味みたいな感じですね。お待たせしました。どうぞ。もう20年ぐらい食ってるな。さっぱりしてて好きですけど。塩漬けのメンバー、塩抜けてますよ。これまだ味がついてない。あ、1日分ですか、それは。これも軽く出ちゃいますね。メンマ系のメニューこれ出るじゃん。結構競輪の選手が多く来られてるなと思って。そう、選手からもお花いただいたり。2年前まで現役の競輪選手ですね。名古屋競輪でやる。名古屋がメインでこれはメンマの外側の部分、跳ねるときに中に残るんですよ。はい。この部分を回していただいた方が、これが塩漬けメンマのこれが秘密のはい。秘密あ、そうなんですね。秘密のあ、じゃあ笑福軒さんだけってことですか。独自のブレンドで。もともとだから店主と客の関係です。その後市場と弟子の関係を結ぶことになるんですけどね。山本さんからお願いをされた感じですか。20年間通ってたんですよ。辞められた時にそれまで友人関係はいはい。ではいたんですよ。退職崩されてやらないよ、やめるわ、ショックでもう一回だけ食べたら僕が飛び自分でもう一回だけ作ってくださいってお願いしたんですよ。でもその時点で店閉めちゃってるんでガレージの方に全部このセットを作ったんですよ、僕が。これもうワンセット家にあるんですよ。うちオール電化だったんですけど LP ガスこの場に来てこれも全部用意して全部用意してでその一杯のためにで市場に来ていただいてスープ炊いていただいてうまいと思ってそういう流れの中でじゃあちょっと教えてやるなら治療してみるかと。これがここの復活エピソード。自分がどうしても食べたかったっていうのがまず先に来ますね。2年前まで現役の競輪選手を続けながら修行というような形になったんですけど、最初の3年近くはもう教わった通りに炊くんですけどやっぱりダメなんですよ。こんなスープじゃお客さんからお題いただけないよと。3年経った過ぎあたりから、まあ大丈夫だとお客さんに言われて、
店探しなさい。場所はどこがいいですか？どこでもいい。駅が近いだとか、駐車場どこでもいい。田んぼの真ん中でもいい。売ってやると。すげえなと思って。全松浦さんがおっしゃってた。そうです。かっこいいっすね。かっこいいですよ、だから。今ってどのぐらいお客さん来られるんですか70人ぐらいかな。一番来られたのはどのぐらいなんですか100超えてますよね。土曜日がそう。ああ、19時まで。今日もそうなんですけど、はい投資なんで。はい。すごいいい匂いしますね。もういいですか。複数のこの醤油を証券独自のこのブレンドでやってます。このブレンドは企業秘密ですよね。バラになります。丸くなったりチャーシューってこうなんですけど、この骨輪切りなんで意識しながら余分な油美味しくないところは添えちゃいますね。これが完成形ですね。はい。簡単に言うと。どのぐらい煮るんですか大体30から40の間。やっぱ色がすごいついてますね。そうそうそう。かけすぎても硬くなるし、弱くても出来上がらないし。笑福軒さんこだわりっていうとあれなんですけど、何でしょう、他と違うところとか。もう笑福軒に来なければ飲めないスープ。僕負けず嫌いなんで自分に負けたくないんですけど、これしか飲めない。ここには徹底的にこだわっていきたいですね。大体気合が金曜ですけど6時間前後。返しは何か数種類の醤油をブレンドね、証券のブレンドで一子相伝なんで師匠から教えていただいた。笑福軒さん自体もどこかで修行されてから先代が古来道場の前身本家の楓明さんの食堂の弟子だからもう直系できてますよね。島田さんはもう廃業されて、島田さんの製造ラインを桔梗さんが受け継いだ形になるんです。もうずっと松浦さんが笑福軒をじゃあやられてたってことですか。営業日が少ないじゃないですか、何か理由があるんですか。こういうね、4日も働いたらいい。で、3日休んでね。
スの日だから45になります。鶴田さんが62なんで17違う。お父さんっていう感じではないですよね。感覚的に親父と兄貴の真ん中今まで弟子取ったことあるんですか？あ、そうなんですね。山本さんが笑福軒継がれて嬉しかったりします？松浦さんは何年ぐらいやってたんですか？ 15でね、修行行っとったんだよ。高麗家、大礼が開いた。修行は15から8年修行して、昭和60年じゃね、23の時に出してさ。はい、かしこまりました。ぜひ。はい、じゃあ、幸せどうぞ。マスと、細いです違います。湯入んでいいですか？
どうもありがとうございました。またどうぞ。またどうぞ。どうもありがとうございました。またどうぞ。ありがとうございました。ごちそうさまでした。はい、どうもありがとうございます。ありがとうございました。またどうぞ。半分休んどる。ありがとうございます。ありがとうございました。またどうぞ。はいありがとうございありがとうございました。お待たせしました。お待たせしました。お願いします。はいはい。そんなにお時間もかからず。一番。皆さん後ろはいない？全然前。大丈夫です。はい、いいよ、はい、いいよ。お待たせしました。左回し2番はい、ね。 2番さんに1番、2番。はい、ありがとう。それが寿。はい、5お願いします番さんです。はい。4と5。いらっしゃいませ、どうぞ。いらっしゃいませ。はい、まずお願いします。いらっしゃいませ、どうぞ。いらっしゃいませ、どうぞ。こちらの上にどうぞ。今日ガチなんでお願いします。よくないんでガチなんで。スープ持って帰る専用の
水筒だ。わかる？これ。毎回そのようにされてるんですか？そうだね。スープが残るわけよ。うちの兄貴よく来られるんですか？これ見れば分かるな。これ見れば。専用のボトルがあるんだよ。はい、すいません、お水一杯。あ、ちょっと待ちますね。ありがとうございません。皆さん、長く取ってた。はい、お待たせします。お待たせしました。だったらな。芯から来て。出前持ってこうかな。何年来るかな、仙台の時からだろうね。もう20年ぐらい来るかな。昔のところは朝8時半からだったんだよね。俺は朝ラーっていうのさ、朝ラーメンって言うんだけど、でもここも新しくなって10時半からやってるんで、嬉しいね。変わらん味でいいんじゃないですかね。ありがとうございました。またどうぞ。まあ以上もね。まあ以上。ティファールなんですよ。いやいや、ルイ・ヴィトンって書いてある。おまでしていただけるんで、美味しいですよね。作り手としても持って帰ってもらえるんですもん。美味しいですよね。これね、家でね、ラーメン入れるのが。で、あとはチャーシュー入れてもら食べるかな。で、残ってる人はブリ太郎で出さんわ。出さん。ありがとうございました。またどうぞ。ありがとう。ありがとうございました。どうもでした。またどうぞ。ありがとうございました。ご案内できる。今、お待ちくださいね。70代から77代がつまりがないから追加点ちょうだいって言っていただけるのでしてくれますので、こちらそのドリンク代の方でお願いしております。カップルの方たちが、そうだ。はい、提供してます。はい、いらっしゃいませ、どうぞ、いらっしゃいませ。お間違いなくご了承ください。ありがとうございました。またどうぞ。ありがとうございました。どうもありがとうございました。またどうぞ。どうもありがとうございました。立ち食いスタイルいいですね。それ。ごまつ。はい、ごまつ。皆さんホールよろしくね。松見です。お待たせしました。どうぞ。お待たせしました。はい、通ります。失礼します。これはまあ中華街。いらっしゃいませ。松の鈴木ね。はい。すみません。あ、いい。待って。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。お待たせしました。左側。
あ、どうぞこちらになります。ありがとうございました。11個ネギおろしですよ。はいはいお待たせしました。はいどうも振りかけましていくよじゃあうまっ。お待たせしました。初めてそうですか。美味しい。東京から来て出張で、はい。ありがとうございました。初めてですね。さっぱりしてて好きです。ありがとうございます。大丈夫ですか？あ、大丈夫です。はい。疲れますね。疲れる入ったらバターにありがとうございました。大丈夫？お仕事だからね。いや、渡してください。渡してください。大丈夫です。太っ腹なんで。お待たせしました。大松茸は固めね、2つ。でも普通に。ネギもつかないでね。ますかけ、固め。固め。どうもございますかけ。はい、皆さんホールよろしく。はい、ネギおろしになります。固めね。固めね大松。はい、竹ネギおろし。はい、皆さん、竹どこ。竹3番さん、4番で菊さんね。はい、よろしくね、ホール。竹。竹3番さん。10リットルのペンそれでもから失礼します。竹です。お待たせしました。お待たせしました。どうぞ。はい、皆さん、11名よろしく。はい、ください。ありがとうございます。竹第10第10。そうです。はい。行こうかどうぞ。ありがとうございました。どうぞ。いらっしゃいませ。お先に上の松茸くんこちらの席どうぞ。上マジかね、青学。いいとか思って。
うまし。はい、うま。お待たせしました。すみません。豆腐店さんの魅力って何ですか？やっぱ大きいシナチクとチャーシューがかなり美味しいですね。麺も独特だし、昔からだもんで、なんか馴染みの味みたいな感じですね。一つがネギなし、大松がネギなし。大松がネギなし。このまま。ここから行こう。駐車料金お願いします。行くよ。2名の待つのお客様、大変お待たせしました。チケットの2名の方でよかったです。お願いします。荷物ネギなし。3番さん。はい、よろしく。はい、ネギなし。はい。ね、大丈夫ネギよしね。大丈夫。はい、行くぜ。どこ？ 4番さん。あ、4番さん。はい、お願いします。ネギよしね。はい。あ。はい。はい、切りね。はい、切り。はいはい、これで OK。はいはい。お待たせしました。どうぞ。はい。大松5番ね。お待たせしました。皆さん、ほいってよ。5番ね、はい、よろしく。提供のためにありがとうございます。大松。どうも、ありがとうございました。またどうぞ。ありがとうございました。そうなっちゃうんですよね。ありがとうございます。助かります。はい、どうもありがとうございます。はい、ありがとう。どうもありがとうございました。またどうぞ。皆さん、ご自宅の今日はどうぞ。またどうありがとうござぞ。いました。お姉様が。これも良かったのかな。はい。
お待たせしましたどうぞ。お待たせしました。ネギ欲しい。笑福軒さんが閉まったの。僕はもうそれを食べに来るために退院して杖ともう装具で行ったら、あれ笑福軒なくなっとって、である時新平君は競輪つながりでそれで知ってオープンして、で来たら大将がいた。退院してから6年越しでやっと食べれることになってすごく嬉しかったね。でもすごく一生懸命ね、味に大将は真摯に向き合ってるんで、でもね大将いるんですごく嬉しいね。大将の湯切りを見たらもう全て、あ、これがあるからなんだっていうぐらい美味しくできるのは本当湯切りが大事なのをすごく、これ本当極みだと思う。10時ぐらいからラーメン食べさせてもらえてたんで、朝から行ってだいたい2時前ぐらいにはスープがなくなってたんで、どんどん味の深みが増していくのを知ると、今日の体調で時間を決めてラーメンを食べに行くっていうのができたところだったので、僕は今日は体調がコクのあるのが行きたいなと思ってこの時間に来るんです。だからすごく味が多分朝仕込んだやつからどんどん良くなっていくっていうか、変わらない、いつも安定した、でも自分に合ったスープの時間帯に来れるのが好きですね。そのメンマに対してもすごくこだわりがあるので、あと麺だからずっと変わらないですよ。ずっともう30年ぐらいかな。最初は普通に美味しいな、美味しいな、2回目美味しいな、3回目もう次からまた来たいな。大体みんな味の虜になるのは3回。自分家でもショーケ作るぐらいそんなにいないですけどね、家でショーケ作る人そんなにいないですよ。心意気で、このクラスがこのクラスじゃない、このクラスじゃない、そうだね。お待たせしました、どうぞ。酒で酒とマスターで。お願いします。お願いします。いただきます。マス今日はマスはい、お願いします。まずはね、スープをね。2回失礼します。お待たせしました。マスです。正規。いや、もう。はい。はい。ああ、もうそうだ。これもう処理の場所が3つしたから。
目です。チームですか。いつもこのぐらいの時間に起きるんですか？一日おきから出汁を取るときにね、時間がかかるもんで、それで早起きというか、出汁を取ってからそばを打つから結構時間がねかかるわけね。もう取ってるんだろうね。店によっていろいろだろうけどね。お客さんも茹でたてるところをね、見られるというか、お客さんとは密になれるよね。いろいろ会話もできるしね。そういうのが好きでこの店舗を選んだんだけどね。どういった経緯があったんですか？東京でね、正月庵という蕎麦屋があってさ、そこで10年修行するとね、独立できるといういわゆるのれん分けで昔風で言うと、自分でほら店もしたかったからのれん分けしてもらって、東中野というところで30年ほどやってたのよ。蕎麦の道60年近くなるわけか。水が冷たいからね、沸騰するまで時間かかるんだよね。これからさらに2、30分ね、ことこと煮出すわけよ。名古屋は結構甘いですよね。そうそう、だから出汁もそういうふうにしてる。こっちに合わせて。時間とこの色を見てね、出汁が出たのを確認する。だんだんと色がね、飴色に変わってくるのね。22、3分経ってる。あんまりこと出汁を出しすぎるとね、渋みというかえぐいというかね、ことことやればいいってもんじゃないんだな。ちょうど出汁がかつ節から出たところがね、だいぶいい感じになってきてる。この辺はもう長年の勘だね。で尽くしたタイミングというかさ、やっぱり雨降ると降ってると降ってないでお客さんの着方が変わるからね。パーセントあるのこれすごいね。清水さんは今上で一人で暮らされてるんですか？そう。ご結婚はされてなかったんですか？昔はね、東中野の時代は普通の旦那とかみさんでね、いろいろ人生いろいろでさ、今は一人で楽しくやってるというかさ。子供の日っていうのはいつ実施されてるんですか？これはまあ毎日だけどね。要は小学生の子は盛りそば1枚が100円ってこと。大人は400円だけどね。
西尾市の相生みりん。この汁とあったか用のかけを大体同割りが多いけどね。盛り汁をほらつけて食べるから盛り汁の方がちょっとかけ汁よりも濃い甘というかかえしと砂糖の入ったのでちょっとねかけ汁にプラスした。雨降りだからベトベトしてるよ。うどん県だからね。関東は蕎麦屋が多いけど特に名古屋は味噌煮込みうどんとかね。吉見さんはどうしてこの西尾市にお店構えられたんですか？縁だよね、こういうのって。物件も嫁さんみたいなもんでさ、西浦出身だけど西浦こちらよりも、田舎というかさ物件も少ないんだよね。蒲郡から赤い電車が走ってんじゃない。それで蒲郡線に乗って駅降りて近くの不動産屋に行ったのね。私東中野で30年ほどやってたのね。でここは東はずという町なのね。東というほらなんか縁があるような気がしてさ。三段重ね鴨せいろ鴨といってさ、そこそこ人気のあるね鴨肉なのね。味の特徴としては旨味が強いというのかな。鴨肉ってちょっと硬いイメージがあるんだけどね、柔らかいのね。
どういったきっかけでそばじいという名前になったんですか？きっかけというかおじいちゃんが蕎麦屋やってるから蕎麦屋のじいちゃんという意味子供だから100円玉持ってきてさ蕎麦じい蕎麦とちょうだいって感じでさドラマ的なさこれはそういうのがちょっと夢的なとこもあったけどね。結構お子さん来られるの多いですか？土日は多いね。子供だけで来るのもたまにいるけどね。開店まではもうずっと仕込みをされるんですか？1、2時間開店まであるからね休むというか私熟成麺というかさ熟成したそばが好きなのね。打ちたてのそばってなんか粉っぽくて嫌なのよ。だからあえて11時オープンだから間があるからね。じゃあ3時間寝かせるんですか？要は寝かせるって感じだね。さらに寝かしたのがねもう昨日のうちにもうあれだけそば打ってあるのね。寝かせると味が変わる？味というかね見た目がね透明感がある綺麗なそばになるのね。小麦粉が入るでしょ。つなぎ粉でね。だから寝かせた方がツヤが出るというかそれはまあ店によってねいろいろだけどさ一般的に2八ってのが多いよね。そば粉が8で小麦が2というのがね。吉見さんも同じ比率ですか？同じだね。今あそこでちょっと空回ししてさ銭湯手打ちの店だとこの作業は手でやるんだけどねミキサーに頼ってるのね。それだけ楽できるから大体が盛りそばで100人分弱かな。この作業がそばのコシが出るポイントだね。そば粉は値段上がってないですか？全て上がってる。そば粉、かつお節、醤油ねもう何でもかんでも。値上げはされたんですか？してない。私はまあ極力やっていければさ逆に下げてるからね。この辺なんか1000円を900円にさこっちもね逆に下げてるだろう。下げたのは何か理由があるんですか？俺も結構目立ちたがりなとこもあるからさ普通みんなほら値上げが一般的でしょ。それでそば汁は逆に値下げしたよってことでさまあそういうのもあって値段設定も400円で2枚なら700円とかね。なんせうちはうまい安い早いそんな感じでやってるから。これで少し寝かせます。乾燥しないように。この水としてはいいですか？美味しいよこの辺の水は。しかも浄水器も使ってるから。なんでこの形になってるのかっていうのが今からわかるからね。腰が疲れるんだよ。
まあこれで薄くのして切ればいわゆる手打ちだけどね、機械でお任せするからさ。俺は細麺が好きだから、喉越しがいいのが特徴だから、うちのそばはだから細くしてる。味チェックを兼ねてね、そば食べるのよ。これは珍しい朝だね。結構もやかかってますよね。まあでもそんなにひどくもないけどね。よし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 。後片付け多いですね。結構いろいろあるんだよね。豚のバラ肉。どうぞ。ありがとうございます。こんなに本当は多くないけどね、ちょっと大盛りになってる。これ盛り汁ね。
特に日が当たってるから余計艶が出てるね。私がこういうそばが理想だったから。よしよしよし。勤務されて長いんですか？長いですね。当初からいますよ。8年ぐらいかな。吉見さんのお蕎麦どうですか？美味しいですね。私も好きですけどね。今日は多分売り切れるかもしれない。どこ？あっちの方が2、3。美味しいもの。あれが始まったよ。どうしました？味噌おろしが。味噌おろし好きだったじゃない。鴨の3枚と味噌おろしでちょうど。大根おろしするときにね、青くってね、言えば持ってきてあげるのにもう終わりだし。ほんなわからん。もう違う。続きは最高。小さな瓶だったんだよ。でも俺お化けを作る。これ初めてだ。子供に見えてんねん。あ、本当。本当。で俺だけそば食ってかんと思ったもんね。俺置いて帰ってったから。うちのお母さんはさ、お父さん髪の毛黒い。はい、お母さんのこともって私がね、ちょっと調子が悪かったもんね。本当。俺だけそば食ってかんと思ったもんね。俺置いて帰ってったから。うちのお父さんはさ、手がそれがいいですね、出して。そんなの。そんなの。子供と一緒だ、顔から落ちてくる。おらんかったと朝から難しいゲイが上げとった喉がんで俺家帰っててインターネットじゃああの時は生に持ってたんで刺身買ってじゃあお金はいただきます。お金だこれ美味しかった。美味しかった。美味しかった。かかったって言わないから。十分でしたよね。奥行かない。美味しいで来るんだろう。来る人がさ、
並んでるから入ってっちゃってる。好きじゃないかなって言って。私耳があるのために耳が出た。あ、そう。岡山でやったらおかからみんな死んじゃっとるわ。私が死んだの？泣き食べて。やっぱりあっちは川の水。きれい。臭みが。別にバラバラでもいい。鴨せいの三段型。はい、三段かも。はい。2種類。あ、別にバラバラでもいいのに鴨せいの好きだけど。つるつる入っちゃう。私はカモなくなっちゃう。こちらはカモは4とかき揚げ1ね。かき揚げの方は大根おろしです。ここ過ぎます。いい男に移してください。あ、わかりました。適当にどうぞ。マモが出ます。まずは鴨汁で1枚。2枚目は盛り汁ね。まさに味濃い。2段で。木曜日にするわ。木曜日休みだね。あ、木曜日やる。大根おろしをその中入れてもいいし、折れ汁に入れればおろしそばになるし、食べ方いろいろ味比べ1段ね。はい、ここで読みさんが出ました。いいよ。鴨汁は熱いからね。熱いよ。熱いよ。すぐもうどんどん出てるから。そばはね、3分の命と言われる。はいよ。これで皆さん1枚いったかな。はい、今度は3段目いきます。いろいろ。はい、いらっしゃいませ。はい、いらっしゃい。カモと森2枚です。カモと森2枚です。はいよ。味噌おろしそばの一つと豚せいろ一つ。味噌おろしのつける方がいいですか？どれがいいですか？つける方。つける方ですね。はい、じゃあお二人さんね。はい、じゃあそらちはご一緒にどうぞ。森二枚さんのカモが出ます。はいよ。どうぞ、カモの方。はい、盛り1枚。味比べで2枚ね。はい、味噌おろしの方は。味噌おろし、その中にそばのつゆを入れてね、混ぜ混ぜして、それにつけて食べる。豚ですね。はい、豚汁で1枚。皆さん全部出ます。熱いですからね。気をつけて。ありがとうございます。ありがとうございました。はい、お一人の玉が出ます。はい。はい、じゃあどうぞ上を持ってください。
味比べ盛り汁で1枚ね。鴨汁と盛り汁。そば湯ください。ごめんね。やっぱり盛り酢は夏でしょ。かき揚げの方は2段。はい、3枚目。はいよ。あといくつ？あと1個。はい、美容と健康にそば湯ね。飲み放題だからね。はいよ。こちらは1段足んないね、まだ。2枚。2枚。はいよ、これで OK。ありがとうございました。はい、いらっしゃい。お二人さんはかき揚げと鴨ね。じゃあ鴨ナンバーですね。お一人さんは3枚。はい。はい。お母さんですか？はい、ありがとうございます。じゃあお父さん鴨せいろ。はい、まず1段。はい、ありがとうございます。はいよ、まず1段ね。出てるよね。はい、鴨南蛮熱いよ、熱いよ、熱いよ。はい、忘れ物ないよね。よければちょっと味の感想を教えてもらいたいんですけど。そばが固めで美味しい。歯ごたえがあって。かぼせる3つ。あ、かぼせる3つでいい？はい。はい。やっぱり味比べろ。味比べろ。三大打線でかぼせる。お母さんビール1個出すよ。はい、よろしく。はい、ビールのとも。はい、ありがとう。はい、お願いね。今もリブ。天ぷら食ったけど、あいつ下のところ。はい、まずは鴨汁で1枚ね。1枚ね。その後は盛り汁で1枚。味比べね。ありがとうございました。はい、味比べ2枚目。もう1枚ずついくからね。1時からやってるの？は
3枚目ね。はい、3枚目です。はい、いらっしゃい。いらっしゃいます。あ、そこへ3枚。まだもうまだ。はい、まず1段目、2段目。はいよ。お姉さん。これね、熱いから飛び出すから気をつけて。鴨せいろ、お一人様鴨せいろね。はいよ。鴨汁とも握りね。はい、これ味比べで2段目。女性から女性ができる。やっぱり見とるだ。これからみんなに。粗熱を取ります。で最後の仕上げ、冷たい水でぬめりを取りながらそばを締めます。今日は冷たいけど我慢。そばを締めました。はい、もうちょっとタコいきます。タコ出ました。はいよ。カバいけた。後ろにいます。はい、まず1段ね。2枚目いくよ。これで2枚。はいよ。はいよ。吉見さんの良さって私もね、ここ今日初めて来たんですよ。腰がプチッと効いて、やっぱり名前の通りだね。やっぱり年季が生えとる。私もね、あちこちでちょこちょこ食べてるんだけど、ここは違うね、ちょっと味が美味しいですよ。また来ますけどね、これ。はい。そばつ一緒にどうぞ。もう年中これね、私は365日。けどもんがいらんでいいや。大きな釜に塗ったら茹でな。熱湯でね。だから私ね、風邪ひかない。やっぱり大きなお釜で茹でな。そう、やっぱりそうしないとね、シャキッとしたそばが茹だらない。はい、3枚目。はい、1枚目。はいよ。はい、じゃあゼロの。
はいよ。美味しいですか。美味しいよ。ちょくちょく来るもんね。どこか違うんですか、吉見さんのそば。やっぱり専門店だな、そばだけで専門店とかないんだよ。やっぱりこうそば一本でいっとるもんだ。まあ極端なこと言うとうなぎだ天ぷらだそういう何を力入れとるか分からへんで、まあ何でも一本のとこが、いい。はい、いらっしゃい。鴨が終わっちゃって5年で。かき揚げ2つね。はい。はい、いらっしゃい。盛りそば2枚。じゃあもう一つ。ここ入れてもいいし、盛り汁に入れるとね、おろしそばになるから、食べ方いろいろ味比べね。はい、まず1枚ね。はい。いただきます。お二人はよく来られるんですか。初めて。どうですか、初めての吉見さん。美味しいですよ。はい、2枚。はいはい。うん、一リットル美味しいです。最高だ。いらっしゃい。いらっしゃいませ。鴨が終わっちゃってごめんね。鴨が終わっちゃってごめんね。はいよ。はい、もう一ついきます。かき揚げが2ついきます。はい、どうぞ。いらっしゃいませ。はい、いらっしゃい。はい、どうぞ。はい、まず一段ね。天汁でどうぞ。大根おろしそっち入れてもいいし、盛り汁に入れればおろしそばになりますし。はい。かき揚げお兄さん1枚追加。はい。いいですかね。手を。これははいよ、熱いよ。はい、お母さんとこ一登録いきます。そうですというね。これは10上。はい、まず一段。はい、どうも、ありがとうございます。ありがとうございました。はい、そばよね。やっぱりビール冷えてないとね。常温がいい人も中にはいるけどね。そう。そうそう。はいよ。ありがとう。ありがとうございました。ありがとうございました。忙しかったです。忙しかった今日は。こんなことないのに火曜日で。なんでやろか？私ないと思う。俺だったらすぐ飲んじゃうけど。飲まないかんねえけど。酒飲みです。
50秒でセットします。船乗りたいよね、一回。あそこのから見晴らしたい。あ、ねえ、若女の船乗りたいね、一回。割と親しい方だもんね、俺は。お姉さんのお母さんと。姪っ子と俺ら息子は、俺飲んべえよ。はい。はい。はい。まあ問題プレッション。はい。12時めがけてお茶行きます。はいよ。彼女じゃなかったのね。がっかりした中で。切りがそうかと。そう。切りそうだ。そうそう。私なんか3時押してるから、こんなんなるのはちょっとオーバーだけどさ。これだもんで、俺の前の一緒だけどね、理屈は一緒だけど。で、ハニーチョークだったから、ハニーチョー俺もこれ、そう言ったらさ、それはそういうことは経験で分かることか、経験で分かることか。あとは一度あっちはいい、あかんよと。なるほど。とんでもない。まあそれでいくと、近寄るだけど、けど、親子で俺がそういうこと。あの日はね。じゃあ俺と一緒に。よかった。高君と七代さんは孫にいつも。よかった。高尾も一緒。一緒。いいで、パパにだけで。あ、これね、もうちょっと小さいグラスないって言うとありません。怒られちゃう。今俺がそう、まあ、これ多分さ、そこにやるんだ手術する日は。そう、通いのね。そうそう。つい背負ってて。見てくるわ。それでこれ見ると思ったら。よしみさんの良さとかをもし本当にね、これだけのお客さんが見えるのはそばじいの性格、気さくさ。当然そばはうまいんだけど、だから長く続いとるんだよね。10年でそばがまずかったり親父が悪かったり誰も来えへんで。こんだけ続いとるのはそばじいの人格とそばのうまさ。俺もそういう風で来とるんだけどね。そばの色が違うじゃん。俺はそばは知らんけど、だけどここは白くてそばなんだよな。これが俺が好きでさ、うまくて。さらしだけのそばが好きってことだよね。そういうことだね。細麺で白っぽい、喉越しのいい。だから女性とかね、子供も万人受けするそば。わしが最後締めちゃって。なるほど。わしが締めちゃって。いらっしゃい、ありがとうも極力意識してね、大きな声出すというかさ、腹の底から出すとお客さんも気持ちいいしね、私自身も健康にいいからさ、まあ同級生みたいなもんだね。ありがとう。うまい。めっちゃうまいやんこれ。最高っす。最高っすやっぱ。ごちそうさまです。美味しかったです。500円でこれを食べれる幸せは凄まじいです。どうぞ。はい、ごちそうさまです。車で1時間、2時間。すごいですね。それだけの価値があります。あるね、あるね。40分ぐらいですね、夜で。それぐらいここのラーメンが好きなの。そう。ゴミ捨てる人もおるもんです。寒いです。
ございます。ちょっと下がるのきついな。おはよう。おはようございます。おはようございます。よいしょ。よいしょ。スリタさん？うん、まあ大丈夫。おはよう。風が強いね。今日はゴルフ出なかったの、ロッチャー。はい。名古屋コーチンを使うと変わりますか？ああ、違うね、やっぱね。だいぶ違いますよ。よっ。スープ中に入れるやつ。あ、そうなんですね。これがチャーシュー。これは逃げटेस्टिंग आमागत गराउँदा गराउँदा चरपटमा धरे टेस्टिङ लु म त चरपटमा कहिले हतार फुले राख्दै त्यसरी बस्छ
あんま見たことないですね、就活生。多少はね。いらっしゃい。ラーメン一つ。ありがとうございます。はい、お持ち。まあ大体そこでいい、そこでいい。どこでもいい。あ、何します？チャーシュー。なかったですね。表示にせず、行政サービスを受けられる環境の構築を目指しているということで、今回の実験、伊藤成高市長は先の記者会見で、テクノロジーの進展によって社会が大きく変わる中、市役所は変わりすぎていない。テクノロジーを活用してパートナーに高山市でつるしびなの展示会が開かれています。この展示会は高山市のニューカバ文化ホールで開かれていて、不要になった着物の生地などを縫い合わせ綿を詰めて作ったおよそ500点のつるしびなが展示されています。 JA の女性部のメンバーが農閑期に少しずつ作りためてきたものです。はい、もう風がちょっと寒いね。飛んでっちゃう。腰のリハビリ。ああ、じゃ。
見に来るんですか？いや初めてです。あ、そうなんですね。はい。どうです？お味の方。いや美味しいです。うん。美味しい。温まります。中ちょうだいどうぞ。あ、私ずれましょうか。ありがとう。今日初めて店開いたの。出くわしたで食べるわ。乗ってくださってありがとうね。ああ、大丈夫です。面白い。とても強い。お塩がピエ。飛んでく。飛んでくだろうね。お待ちどうさまです。はい、ありがとう。はい、お待ちどうさま。はい、どうぞ。ありがとうございます。いただきます。風強すぎ。本当風強いもんね。すごいですね。ちょっと不思議でいかない。おお、すごい風。こちらこそ。ありがとう。いただきます。
北海道で美味しそう。いろんな方から差し入れいただくんですね。いろんな人からもらう。はい、いらっしゃい。どうぞ。韓国からです。ユーチューバーさんがなんか美味しく食べた映像を見て聞いたんですけど、はい。今日初めてですか？初めてです。大丈夫？いいよ。はい、いい？はい。胡椒ある。こういう辛いの。はい、ありがとう。本当にごちそうさまでした。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとう。YouTube 見たんで。よいしょ。もっと3月で刻んでいるもの。いらっしゃい。何名様？4人。いい？そこでも待ってる？これ大丈夫？はい、大丈夫。はい。ラーメンの、チャーシューがたくさん。ラーメンはチャーシューは麺は同じ。チャーシューはチャーシューが多い。ラーメンでいい。ラーメンはチャーシューが入ってます。あります。あります。これはちょっと多いだけ。ああ、はいはい。これだけ。叉烧面是叉烧比较多的。気象情報でした。気象予報士の吉井明子さんでした。美味しいですか？美味しいですか？美味しい。45分50分ぐらいには、ミッドランドの横に来るから。横ってどっち？いただきます。ごちそうさまです。美味しかったです。どうぞ。奥からどうぞどうぞ。はいどうぞ。
で2年、3月半ばにはロシア大統領選挙を控えています。ロシア国民はどう受け止めているのか、大統領選への影響はあるのか、そして今後のロシアの行方はどうなるのか、長年ロシアの世界を続けているジャーナリストで専門解説者当然のことだと思うんですけど、そもそもしたわけですけれども、他の反対してあとは時代があるんですけども、本当ですから、反汚職ですロシアにとって実家が問題を手がかりに対する人ブローズ。はい、ありがとう。ありがとう。惜しかったです。お疲れ様でした。同じだな、俺も。同じで。4つ。大盛りでいい？普通。大盛り3つと。はい。次が1つ。はい。お酒2つください。職員たちが学ぶ研修会が今日三重県鈴鹿市で開かれました。問題を受け、衆議院政治実現社会の開催の在り方について与野党が協議しました。しかし公開の時期をめぐって折り合いがつかず、引き続き協議することになりました。ごめんね、まず大盛り2つ。大盛り2つね。はい。ありがとう。します。思ってます。ここへ来るのはいいかも。はいはいはい。をめぐる問題を受けて、もうちょっと寒い格好してる。ね、私は胡椒をかけるな。でも全部飛んでっちゃうだろうね。今日ね。飛んでっちゃう。出た。風で。ほら全部飛んでっちゃう。いただきます。ちょっと割れた。よく来られるんですか？うん。500円でこれを食べれる幸せは凄まじいです。週1ぐらいで来てます。僕は3、4回目ぐらい。まあ500円ということを初めて知って衝撃が走りました。美味しい。美味しい。いいんです。ありがとう。みたいな。紐みたいな。私がおごってます。1500円。はい、ありがとう。ありがとうございます。ごちそうさまでした。チャーシュー弁2つ目ですね。元国連大使はバイデン氏にトランプ氏が勝てるとは思えない。私は大統領を目指すが、地元の南部サウスカロライナ州の予備選挙で敗北した後です。これまでの全ての候補者へのトランプ氏に敗北した AD 氏はおよそ20ポイントの差をつけられましたが、選挙戦継続を表明しました。ところが25日、アメリカの主要メディアはAD氏の選挙戦を支援してきた大口の献金団体が資金の提供を停止することを関係者に伝えたと報道しました。団体はこの先の候補者選びでどうぞ。はい、ごちそうさまです。どうも。よくできるとは思えないと言っているということです。団体は
麺がまず歯ごたえがあって、ちょっとスープが美味しいですね。北陸は今夜から明日朝にかけて雪が降って曇りのところが多いでしょう。最低気温東京5度、名古屋、輪島、新潟3度、金沢2度、おおむね平年並みでしょう。最高気温東京12度、名古屋11度、金沢、輪島7度、新潟6度。明日の曇りは風にぶつけたそうです。全国の気象情報でした。もう一つ、地元の教育委員会によりますと、今日午後0時半過ぎ、時刻は7時半です。7時半になりました。続いては電車中全面停車の運行から停車としました。美味しいですね。ありがとうございます。ラーメン2つ。ありがとうございます。夕方には乾燥剤とポンプを倉庫に入れなければならないのです。今ではかなりの人が自分に脱出したそうなんですが、買うことにすると、わずかながら共存していた時期があったということですかね。でもその後川田さんの一家もふるさとの島を離れなければならなかったわけですよね。そうですね。川田さんの一家はそれから1ヶ月ほどして島を出ていたおじの船で本土の根室に引き上げること。はい、お待ちどうさまです。すみません。はい、どうぞ。ありがとうございます。はい、どうぞ。これですよ、これ。寒さでしびれよな、これ。ええんちゃうかな。うまい。めっちゃうまいやん、これ。抜群にうまい、これは。美味しい。めっちゃうまいわ。高校のですね、栄の。あ、そうです。ほら新しい店かな。 AKB の劇場あるじゃないですか。名古屋の横らしいです。新しい店なの。もう多分3年かな。ちょっと手前行ってこい。すぐ戻る。
ここからいただいて。あ、どうぞ。ごちそうさまでした。こちらチャーシュー。はい。これラーメン。はい。はい。ごちそうさま。ごちそうさま。ごちそうさま。800円。ターリーチキンセット800円。これなんよ。これね。そうそうそう。四国は太平洋側はおおむね晴れる見込みです。瀬戸内側は晴れ間がありますが、はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。昨日寒さはね、超えたけどね。まあでも形ちょっとやっぱちょっとやっぱ。工事のため、明日の午前5時まで通行止めになっています。また、圏央道の八王子ジャンクション、東海、北陸、地方の状況です。新東名高速道路の上りは岡崎東インター付近で工事のため1キロ半の渋滞です。新名神高速道路の車の流れは順調です。日本道路交通情報センターの金野がお伝えしました。はい、ありがとう。はい、ありがとう。よいしょ。どうもありがとう。はい、ご覧ください。はい、ありがとう。またね。1100円。はい、ありがとうございます。はい、お願いします。入れないけど、要はお店との関係がこういう人あるからちょっとだけ入れてもらえることになりました。はい、ありがとうございます。いただきます。今車に乗ってくるのが遊んでる。太鼓クラブの子たちは代金はいただいてないんですか？いただいてない。次1回だけね。みんな子供たち頑張ってるからいい。俺がおいでって言ったら。男だけのクラスで染まったか。はい、どうぞ、まず4つ。箸は後で持っていくからね。後で持っていくから。もなことしか言ってないよ。お、胡椒待ってるって。胡椒待ってる。こっち来んな。ごめんね。胡椒こっち来んな。俺猫舌がだから食べる。楽しいな、檻の中で。いただきます。どうした？美味しいっすね。美味しい。いや、美味しいっすね。カメラいじりするのお前。大将のラーメンどうですか？最高っす。最高っすやっぱ。めっちゃうまいっす。世界一美味しい。はい、置いて。危ないから。
入って寒いから。月曜日は子供が来て。そっかそっか。初めて見た。初めて会った。いいのここ？大丈夫？寒いな今日。今日寒いよね。やばい。どうした鏡原が遠くから見えるでしょうね。そうなんですか。鏡ヶ原来てたんですか。そう。車で1時間、2時間かけて。すごいですね。すごいよ、本当に。もうヤムヤムさんのラーメンを食べにってことですか。そうです。それだけの価値があります。あるね、あるね。ごちそうさまでした。ラーメン一つね。はい。はい。はいどうぞこれ大盛り。はい。はいどうぞ。はいお待ちどうさま。ずーっと降ったもんね、1日降ったもんね、昨日。夜8時頃やんだから。本当に。はい、ありがとうね、ありがとう、ありがとう、ありがとう、おやすみなさい。弥富からだとどのぐらいかかるんですか。まあ今で多分40分ぐらいですね、夜で。それぐらいここのラーメンが好きなの。あ、じゃあもう何回か来られてるんですね。俺4回目、僕も4回目ぐらいですけど、やっぱ癖になるんですね、ここ。あ、そうなんですね。雰囲気が。この腹が減ってなくても食べれるんだよ、このラーメンって。それが不思議。残したことねえもん。残したことない。カエル君の中に行ったらあれだな。値段下がるかなと思って。ああ。そんな、いえ、何も言っておらへんです。どっか行ったね。ああ、そういうこと。一般人やることで高い。そんな趣味でやってる人は高いな。もう今やってんの？もう今やってねえや。そう。旅館かなんかもなんか契約でやってないじゃんどっか。知らんけど、決まって放流してなきゃ、そのおらんって言ってた。放流関係。はいどうぞ。はい、ありがとうございます。ごちそうさま。ボサボサだけど。ニコッとするからね。ニッと。うまい。最高。今日はよかった前になるんで。前回はもう麺がなくなったらってはいを進めてもらった。なあ。お父さん。いえ、もう腹減っとったもんね。ありがとうございます。わかりました。またお願いします。びっくりしたのは放送があった翌日の夕方かな、6人ぐらいに見えたんだけど、旭川から来たんだけど、北海道に。テレビで、はい。わざわざ。茨城、福島、東京の人も結構見えたよ。大阪、神戸とかいろんなとこから見えた。沖縄からも。
アメリカから来た人見た。屋台やってないと絶対そういうことなかったですよね。やってよかったですね。やってよかったです。本当にやってよかったです。厚田高校の前通って。よいしょ。動き出すとね、だから早いでしょ、俺歩くのが。ゆっくり歩くより早く歩いた方が楽でいいもんで。なるほど。ゆっくりだと、なんかこう、重たいんだ、タイヤが回るから。このぐらいだとね、重たいし。だからちょっと最初こうやって引っ張ると、もうタイヤが回るじゃない、タイヤが回るとね、楽なんですよ。もうこの時間は誰もいない。たまにね、ちょうちん見て、あ、ラーメン屋さん、いいですって走ってくる人おるよ。俺大好き。料理人になられたのは何歳なんですか40ぐらいか。あ、そうな、それまで何されてたんですか。それまではね、東京で建築屋に勤めてた。だから遅いんですよ。よいしょ。消してますよ。はい。はい、よし、終わりです。お疲れ様です。ありがとうございました。ありがとうございました。気をつけて帰ってね。はい。よし。もうこれ。
広島焼きとか出てるけど、広島人として違うなと思ってそれぐらいこだわって作ってるから、それが分かってくださるお客様は常連さんで来てくださってるから、本場の味が食べれるっていう。自分の中ではそう思ってるけど、子供の頃から慣れ親しんだ広島のお好みだから、広島風お好み焼きっていうのもつけたくなかったお好み焼きってつけたかったけど、もう嫌だったけどつけた。店で使うやつはネギだけ。キャベツもやったんだけど、1日に6個から8個使うんですよ。ここ1列作って8個ぐらいなの。ということは1列が1日で終わっちまうので、だからもうキャベツは諦めました。ありがとう。どうぞ。ここがお父さんの実家、親が一昨年に亡くなってここに帰ることになって、ここを嫁に来た時に介護の仕事してたんだけど、場所がいいなと思って、お好み焼きしたらいいよねとか言って、23の時だったんだけど話してて、でもそれっきりそんな喋ってないんですね。ここを建て替えてっていう時にお父さんが大工さんに作ったってくれって言って、それで介護職辞めて始めました。60過ぎて夢が叶うって感じ。楽しいですよ。だから好きなことやってる。広い土地親にもらったから、本当は認知症の方もやってたから、そういうコミュニティができたらお役に立てたらいいなとも思って作ったお店なんだけど、お父さんはいろんな人たちが集まるお店にいてほしいって言って、で結局でもいろんな人が集まってきてくださって、思い通りになってんじゃないかな。お好み焼きも美味しく食べてもらいたいけど、なんか楽しかったねって帰ってもらえたら、もうそれが一番の幸せかなと思いますけどSNS でバーってあげたら、その仲間から浜松ファンが続々結構来てくださって、だからもういろんな人が、推しの人も来てくださるし、浜松ファンも来てくださるし、カープファンも来てくれるし、なんかもういろんな人が来てくれて青ネギを苗を植えてもらって、もうお好み焼きだけに使うようにしてます。何回か洗うことでネギ臭さが取れるので、さっぱりと食べれるかなっていう感じでちょっと工夫しています。お肉も上がるし、タンク商品さんも上がってるから、儲けが今利益率が 50% って言って、会計士さんの人にやっぱり 50% だと赤ではないけど、私の給料が出ないくらいもうボランティア状態だから、それではなんか続きしないよっていうことでご指導いただいて、お給料が出るぐらいは上げてもそれは問題ないんじゃないかっていうことで上げさせてもらいました。お客様に申し訳ないけどそうさせてもらおうかって言って。キャベツをどうやって美味しく食べてもらうかっていう切り方までこだわってる美味しく食べてもらいたいし。直前に切った方がキャベツが美味しいから要求しない。広島のお好み焼き屋さんって昔はみっちゃんとかれいちゃんとか店主の下の名前をつけるのが習わしだったからつけちゃいました。普通のもやしだ
とべちょべちょするんですよ。これだともうほんとシャキッシャキッとしてうまみが全然違うから。お蕎麦にかける風味付け。広島のお好みって生麺を茹でるお店も多いんですけど、小麦の香りが香るように、うちこの通りの狭さだからどうしたらいいんだろうっておたふくさんに相談して、袋麺でも美味しく風味がついて美味しく食べれるのを教えてもらった。それを一手間かけます。そうすることでお蕎麦を美味しく食べてます。隠し味にとろろ昆布も入れるし、だし粉もこだわってるし、だしを感じてくれる人はすぐ気づいてくれる。気づいてもらえる人が一人でもいたら幸せって感じでだしにこだわってます。広島人って子供の頃から週に2回はお好み食べに行ったりとか、お好みに対する気持ちが違うから、お好み焼きで血ができてるって言っても過言じゃない。なんで広島焼きにこだわるって皆さんに言われたんですけど、こだわり大変です。飲食やってたんです、うちが実家が。昔はもう子供がご飯作ったり家のこと手伝うするのが当たり前の時代だから、ご飯作りは私の担当みたいな感じだったから、もうそういう意味では自信のある分野。お子様セットらしいです。大体20分ぐらい前に火入れます。ゆっくり温めると焦げちゃうんです、この上が。ちょっと一晩寝かせます、いつも。硬さも自分でこうやって調節しながら。多いと30人かな、だいたい20人平均かな、限られてますよね。この中で4枚ずつしか焼けないし、7席だし、どんだけ頑張ってもそれほどたくさんは来れない。もうそれがもう私の限界なので。ネギと卵をトッピングでつけてもらって、でダブルで。ダブルで、そのダブル。はい、ありがとうございます。めちゃくちゃ緊張してる。うまいって言うってことはシワシワになってる。水分量とか硬さとかにもよるんですけど、焼くときにお水を足すことで蒸し焼きができるっていう。
サングラスもかけてなんでだってこれ企んだんだよ。あ、だから出たの心配するんだっていう話なんだけど、いやもっと2位とか3位が減ってきて、こういつも大体やるさ、イベントとかでさ、1000再生するようになって、ゆかちゃんが焦ったからしまったので、そこで失速しちゃってもなんていうの、ツイキャスやる後ろだったからさ、ゆかちゃん。なんか質問がかったヤンジーが今回の感想です。ここで見方から東京まで上がれる。よく賞レースって出来レースがあるじゃん。ない限りはね、数字は絶対裏切らない。10日目ぐらいからかなり慣れとった。再生はするけど一生懸命さがなくなって頑張る人も数が少ない。だから1万とか1万2000とか8000万いるんだけどさ。お待たせしました。どうぞ。これはちょっと作って、やってみるよ。なんかね、初めお好み。高いね。どうぞ。ありがとうございます。はい、いえいえ。これも。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ご主人さんの人柄とか奥様の人柄に惹かれて和気あいあいとご飯食べることができます。すごく美味しいです。僕も結構広島でお好み焼きもよく食べるんですけど、それにもう負けないぐらいの味ですし、広島まで行かなくても近場でご飯食べることができるので。いらっしゃいませ。こんにちは。ネギ大丈夫です。お寿司だからネギの入ってないの出してもらいますね。ありがとうございます。私自分から言ったわけじゃなくて。お父さんとかまでは聞いてみ。なりますよね。神戸に行ってあったんで。ああ、それは分からん。まずかかりました。ゆっくり食べててください。マスター、結構誹謗中傷だったじゃない。まだやっぱね。
あの後チーンとなったじゃん。すいません、お待たせいたしました。どうぞ。お待たせいたしました。どうぞ。事件で。私はそのままだ。はい。じゃあこちらでどうぞ。かっこいいんだけどね。相手もさばないよね。今のやつ、最近のやつはね、別にインスタ映えする。そうなんだ。あったんだ。だからね、まともに戦ってると、僕が悪いような話をするがね。ありがとうございました。お気をつけて。すごい偶然です。すごい偶然。皆さん、お持ち帰りがイカ天で1枚で、こちらでうどんに卵。はい、お持ちしました。そば玉の代わりにうどん玉が入る。へえ、そうなんだ。また食感が違います。食感違うんですか？食べてみようかな。そばをうどんにしてもらって、で卵をトッピング。はい、うどんにして。なんかしらしら。よかったです。ありがとうございます。最近ちょっと本当に2月からまだ始めたところなんで。私は春日じゃないですけど、もう春日住んで長いから。セクター工事館、まあそこの人がなんだろう、地域交流っていうのが誰でも来てね、こう聞いたりできたりとか、私ですか？そんないや、そうだったですよ。なんか春雨インスタントだったら入ってみたいですけど。で、お兄さんもハマってる。ファンなんだけど。主人です。何でしたっけ？何年でしたっけ？1900で家庭教師をお願いしたんですけど。確かに。なかなか自分でね、そういう感じがね、違いますよね。とか結婚する前でもなかなか行っても結局一人だから、なんかじわーっとね、感想を語りたい。そう語りまでもありがとう結婚式の時はちょっとあんまり合わなくて、それはもう本当になんだろう、控室の時ぐらいでちょっと流れた時ぐらい、インストロメントが。日本だろう、生まれてるから1000円でオーラを見る人も一人やって言われて、マルチ。置きますね。ちょっとお待ちください。まあそんなような感じなんでしょうね。お好み焼きのうどんって細めでしっかりしたうどんを広島では使うんだけど、こっち来てなかったんで、そのうどんに巡り合わなくて、お客さんの広島出身の人はやっぱりうどんがないのはなんでっていうことで、じゃあ早く見つかるといいねっていうことでやっと見つけて、今年の1月から菓子当てたうどんでやってます。限定3食で。いらっしゃいませ。
はい、すみません。スペシャルです。はい、どうぞ。でさっきのそばまさんなんですけど、緑とかモーニングからやってて、ランチもやってて、それがプリンとか、これはテイクアウトで。美味しかったです。はい。美味しいですね、やっぱり。そう素敵なご夫婦だった。本当に大好きなんですよ、私。明るくて。いやいやいや。ふみちゃんの愛嬌というか優しさがすごい伝わってくるんで居心地のいい場所ですね。何重にもこう積んで作ってあるんでまず食べ応えがすごいです。一枚食ったらもうお腹いっぱいですね。味は抜群にいいです。10センチ10センチぐらいの大きさのを切って使ってます。くじよ。どうぞ。
25番です。どうぞ。ありがとうございました。またお借りください。ありがとうございます。